こんにちは、加藤です。前回上げた動画内で失敗するとやる気がなくなるというお話をしました。人はみんな怖がっていて失敗がしたくないんですよね。なんだけど怖がるのをやめてしまえばいいんじゃないかというような内容でお話ししました。実際そうやって頭で分かったとしても、それが腑に落ちる、心で納得できて実行に移せるかっていうとなかなかそうはいかないのが実際の人間の難しいところだと思います。私自身もそんなこと言ってますけれども、なかなかその怖いっていう感情、恐怖っていう感情から解放されることはないです。常に怖いです。人の評価が怖い。そういうもんだっていうふうに諦めて受け入れて、私はこれキーワード諦めるってことだと思っているんですが、いつも脱線しますが、私美大受験予備校で講師をやってる時に試験に行く前の生徒に対してこんなことをよく言っていました。諦めるところからスタートだと。どういうことかというと、もう試験直前1週間くらい前になると生徒もだいぶ浮き足立ってくるんですね。何ができていないとか、これがまだ間に合わないみたいにして焦りがすごく出てきます。その焦って慌てて自分のできないことができないって考えていてもなかなかいい作品にならないことが多いので、私はそこでですね、これまでにあなたが勉強してきた、培ってきた、身につけてきた今持ってる力って、もうそこに開き直ってある力で全力を尽くすしかないんじゃないかっていうふうにお話をします。私が実際に試験を受けた時もそういった心境だったんですね。心境っていうのは諦めから来る開き直りです。できることしかできないっていうふうに、自分の絵ってまさにそうだと思うんですね。自分にはこれしかできないっていうことをただやるだけで、それ以上のことは難しい。なので精一杯絵は描く、精一杯チャレンジするっていうかね、精一杯努力はするけれどもできることしかできないっていう諦めたところからスタートする、開き直ったところからスタートする、今私のできることは全て出しますっていう姿勢、これしかないなと思っています。これから試験に行くっていう生徒に対しても同じ話をしてきました。あなたは十分力を持っているからっていうか、持っていける自信っていうのはそこまでに練習した分のことしか自信としては試験会場に持っていくことできないんですね。やってないことはできないし、身につけようとして身についていないことも発揮できない。できることの中で精一杯やるしかない。開き直ってやれることだけ全部やってきなさいというお話をして送り出すわけですけれども、またこれ余談になりますけれども、試験が終わって私アトリエで待っていると、先生終わりましたって試験を受けてきましたでここに来るんですが、その時のね顔表情を見て、でどうだったって言いながら一応再現っていう紙を渡してですね、こんな絵を描きましたっていうのを大体その対面でテーブルの向こう側にその生徒の話を聞きながら書いてもらうんですね。でこんな構図だったとか、こんな出題が出たんで私はこういうふうに解釈したっていうようなことを聞きながら書いてもらって、でその時にそのね感触、本人的にどのくらいの出来だったかっていう感触が返ってくる生徒様々で、どうもこれを見ているとね、なんか一つの法則というかルールがあるような感じがして見ていました。簡単に言ってしまうと、こんな風にしたかったけれどもそうならなかったと悔しいと、もうちょっとこういう風にしたかったけれどもできませんでした、あとちょっと時間があればっていう風に悔いが残る、悔しがって帰ってくる生徒、そういった生徒さんに限ってちょっとした鉛筆の構図とかバルルとかが分かるような簡単なスケッチなんですけれども、どこがどうだったっていうのを書いた、結構克明にちゃんと自分がどんな絵を描いてきたのかよく覚えています。ここがこうだったってはっきり言えるような内容で再現を書くので、聞きながら見ているこちらも大体こんな絵描いてきたんだろうな、それまでその生徒さんがですね、前日描いた絵前々日描いた絵ってずっと見てきた感触の中でどんな絵を描いたっていうのがある程度想像ができるんですね。でもう一パターンいます。でそれは先生やりました、ついにやりました、私はね今までの中で一番いい絵を描いてきました、自信満々で意気揚々と帰ってくる生徒さんもいます。すごいついにやってしまったっていうくらい盛り上がってるんですね。で同じように再現紙に書いてもらうと、結構ね抽象的な漠然とした再現を書くことが多かったです。私細かく聞くんですね。構図はどうだったとか、どこが一番暗かったとか、
主役はどこでどこが脇役でとか、バランスとか何とか、そういった色使いとかですね、克明に聞くんですけれども、なんかあんまり覚えてないことが多かったです。ちょっと浮き足立ってたんじゃないかなと感じることがあります。で、発表当日になると、うまくいかなかったって、もうちょっとこうしたかったって言って帰ってきた生徒さんの方が受かってることが多いんですね。ほぼそうでした。そんなわけで、私はね、やっぱり悔いが残ると思うんですよ。本番の試験とかっていうのは、本来自分は100の力持ってる中の80も出せないっていうか、半分ちょっとくらいしか出せない。緊張もするし、気持ちもね、焦るばっかりで手が動かないとか、本来自分はこのくらいのことできるはずなのに、だけどできなかったっていうのが、非常に悔しい思いして帰ってくる。実際そんなもんだと思うんですけれども、そうやってできることをできる限りやった作品っていうのは、私は前にも言ったかもしれないですけれども、作品から伝わってくるんですよね。作者がどんな姿勢で、どんなつもりでそこをそういうふうに書いていたのかが、作品からオーラっていうかね、ひしひしと伝わってきます。それは上手に書けたか、うまく書けたかではなくて、作者の息遣いというか、魂みたいなものが伝わってくる。それがね、生きがいい絵っていうか、私は優れた作品だと思っていて、どんな、力量様々ありますよね。すごいキャリアの浅いから、キャリアのすごくある、多老生まで含めて、その人なりのキャリア、その力量があるんですけれども、持ってる力のどのくらいを出そうとしたのかっていうのが作品から見えてくる。で、その時に人を感動させると思うんですね。なので、先生うまくいきましたっていう生徒はね、どちらかというと、自分の持ってる力、例えば100持ってるとしたら、80くらいの力で上手に仕上げた、うまく仕上げた、完成させることに重きを置きすぎて、どちらかというと挑戦するとか、本番で発見したとか気づいたとか、なんか自分が課題に対して、出題に対して反射したようなことがうまく絵に盛り込めてない。こんな絵を描けば評価されるんじゃないかっていう、自分が作り上げて大事に持っていたものっていうのを本番で披露してくるような、そういった姿勢で描かれた、上手に描かれた作品っていうのが、完成度は高いけれども、生きが悪いと、私生きが悪いっていう言葉を使いますけれども、手垢がついたというか、使い古された感動に結びつかない表現になっていたんではないかと想像しています。また話がどっか飛んでっちゃってあれなんですけれども、ちょうどね、今この時期、これから1月終わりから試験始まると思うんですけれども、芸大美大受験生でね、こんな動画見てる人もいるかもしれないと思うので、エールを送りたいと思います。できることをできるなりに、あなたの持ってる力なりに、発揮してくるしかないんじゃないの。諦めから来る開き直りで、自分のできることだけしっかりやってくるっていうのをお勧めします。できることしかできないっていう開き直りですね。その代わりもう必死になって、できることをやってきてもらえばいいかなと思います。で、結果はね、ついてくるので、そんな心配しなくてもいいと思います。はい。元美大受験予備校の講師からのエールでした。はい、今日の動画はこの辺にしておこうと思います。通常は社会人対象の内容に特化してね、お話ししているんですけれども、なぜかちょっとね、受験生に対して、やっぱり気になるんですよね。なんて言ったらいいのかな。受験指導に関してはやめて、もう5年ほど経つんですけれども、やっぱりね、この時期になるとね、ドキドキするんですよね。自分が受験するわけじゃないけれども、これからその絵を志す美大とか芸大とかを目指して、一生懸命やってきた連中がたったの1日、6時間とか12時間、1日から2日の、その本番の試験で、その合格不合格決まっちゃうっていうね、本当に非常な世界なんですけれども、そこでね、力が発揮できなくて、できないともう1年間浪人しないといけないっていうね、その瀬戸際にいるので、緊張半端ないと思うんですけれども、こんな動画を見てる人がいたら、相当余裕ある人じゃないかと思うんですが、頑張ってほしいなと思います。ちなみに、ついでに私の話しておきますと、私、現役の時は、むさびと芸大受けまして、で、むさびを蹴って芸大に行く予定だったんですけれども、むさびにも蹴られ、芸大にも蹴られ、浪人する羽目になったんですね。で、やっぱりね、自信過剰だったので、余裕しゃくしゃくで、むさびの試験の前日とかは、私パチンコをやってました。パチンコでね、生まれて初めてね、勝ったんですね。
で、買って、なんか、すごい、その当時、だるまと言われていたサントリーのなんか、ウイスキーかなんかをこう手に入れてですね、で、前日に居候になっていた先輩のお家にですね、これ、厄介になります。先輩飲んでください。なんつってね、こう、置いて帰ろうと思ったら、めちゃめちゃ説教されたんですね。俺がね、気を利かして、試験前日だから学科の勉強でもやってるかと思ったら、なんでお前はパチンコなんかに行ってね、で、こんなものを持ってくるんだってね、すごい怒られたんですね。で、私、それで、ムサビ試験受けて、また落ちたわけですけれども、苦い思い出がこう蘇ってきますね、この時期になるとね。はい、ちょっと私語りになりましたけれども、今日の動画はこの辺にしておこうと思います。もしこの動画が参考になりましたというね、既得な方がいましたら、チャンネル登録、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。